介くん、おつー。あら？なんだよ健介、殿たちと軍議じゃなかったのかよ。抜けていいのかよ、そんなんで。まあ、武功を稼ぐなら本陣先方が一番だもんね。健介様、それどういうこと？そりゃどういうことだよ。もっと詳しく教えてくれよ。思い違い？それぐらい当然だな。美月様から聞いてるわん。そんなことあるかよ。ちゃんと分かってるよ。つまりあれだ、なあワンコ、あれだよな。あれだよね、ひなちゃん。二人とも絶対分かってないと思うよ、健介くん。うわ、バカ、バラすなよひな。裏切り者だっていうか、ひなちゃんは分かってるの？まあ当然。なんだよその言い方、ちょっと腹立つぞ。ワンワンってどういうことだよ。つまり戦は本陣で起こってるんじゃない、現場で起こってるんだってこと。つまり網役の方が功を稼ぐことができるよってことを健介くんは説明してくれたんだよ。ほんとかよ。なら網役をやるぜ、ワンコも。このチョロさん、健介くんは楽ができていいね。そうか、手間をかけさせたな。すまぬ。シノ、雫、進行を任せる。御意。まずこの度の作戦趣旨を説明いたしましょう。この度の作戦は駿河の鬼を駿府館に押し込め一気に殲滅するという無茶な作戦となります。その無茶な作戦を成功させるためには各部隊との連携が最重要となります。まずは本陣、この作戦の要であり網を閉じる際の起点となる本陣にはマリさんを総大将とし、葵様、そして健介様が所属します。網役の両翼には織田衆浅井衆を配置。掛川到着後は各翼の陣のまま田中城に向かい、城を奪還した後
同じように駿府館へ進軍します。コナミと松平家に所属する伊賀者すべてを動員し、大規模な石膏部隊を形成します。この部隊がこの作戦の要となります。石膏は鶴の飛ぶ先をくまなく調べ、鬼の動きを把握。九伝無料にて本陣に所属する私と篠の二人に報告してください。その報告を図面とコマにて把握し、網役の部隊には私たちから細かく指示を出していくことになります。コナミ、あなたのお家流九伝無料が作戦の成否の鍵を握ることになります。よろしく頼みますね。お任せあれ。田中城に迫ることができれば、下山から南下してくる吾妻衆とも連携が取れるようになるでしょう。つなぎが取れた段階で吾妻衆と協力し、駿府館を包囲する形で二重三重の監視網を敷いてください。その網に引っかかった鬼たちを網役の部隊にて殲滅。それが厳しいようでしたら、網役数部隊が連携して駿府館に押し込めていく。以上が作戦の概要となります。何かご質問などはございますか？我はないぞ。私も大丈夫でございます。マリもないの。では作戦の説明は以上となりますが、正直に申し上げていいのであれば、健介様、この作戦かなりの無茶が必要になるでしょうが、あなた様は決して無茶をしないように。健介隊一同付してお願いいたします。約束ですからね。はあ。まあ二人がため息をつきたくなる気持ち、我にはわかるがな。さあな、作戦は決まった。おのおの方、マリに駿府館を渡すためにも奮い立とうぞ。あれ？ケンスケなの。どうかしたの？マリを探してくれてたの？ありがとうなの。お星様を見てたの。びっくりしたの？ケンスケが見てたお星様は光ってなかったの？マリもね、お星様の光って好きなの。
ケイスケはマリのこと何でもわかっちゃうの。バレちゃったの。ねえ、ケイスケ？マリね、ちょっと変なの。こんな大戦、マリは初めてなの。負けられない戦だから、どうしても、ケイスケ。マリ、頑張るの。だからね、ケイスケ。一緒に前に進もうなの。出陣なの。あやな、先方で鬼どもをやってやろうと思ったですのに、本陣詰めじゃやれないのです。あやな、これはおいさまのご下知なんだから、あまりわがまま言わないの。わかってるですけど。大丈夫なの。あのね、ちゃんとやれる人にお願いしてきたから大丈夫なの。それはきっとお頭の悪癖の真似というか、なんというかだってマリよりもうまくできる人たちがたくさんいるの。だからその人たちに任せればいいの。やったなの。あのね、マリ、あやなにお願いがあるの。あやなにお願いです。何です？あやなにはね、駿府館への一番乗りをお願いするの。構いませんよ。駿府館を取り戻す戦はマリ様の悲願。この度の戦では松平は九死の悲願を叶える先兵なのですから。じゃああやな、先陣切ってもいいです。
存分に武功を稼ぎなさい。やったです。かよ、やったですよ。ですが葵様、マリ様の警護は？何言うんですか、かよ。そんなこと言ったら綾菜、先陣切って戦うことができないです。だけどこれは大切なことでしょ。この度の戦の総大将はマリ様なんだから。それはそうですけど。かよの心配はわかります。ですが大丈夫ね、健介様。そうですね。正直不安なところもありますが、健介様が代わりを務めてくださるのでしょ。ならば大丈夫でしょう。ええ、自覚しております。そうですね。言葉を費やして説明できなくもありませんが、ただ少し肩の力を抜いてもいい、そう思えたのかもしれません。ええ、今までのあなたの後ろ姿を見てそう思えたのかもしれません。越後を変えた、回を変えた、あなたと触れ合った人たちは全て変わったのです。私さえもなぜと自問してみてもわからない。だから私は今しばらくあなたの背中を見つめたく思います。嬉しいのですか？よくわかりません。ご主人様。は、物見に赴いた先行偵察隊が掛川城を襲う鬼の集団を多数発見いたしました。その数合計で2000少々。はい、鬼たちは掛川城東方の牧之原大地を中心に展開しているのですが、小集団がバラバラに配置につき城攻めを行っている模様です。緩やかなまとまりはあるようですが、軍事行動としての統率という意味では取れているようには見えません。牧之原大地より東方についてはまだ定置しきれていませんが、おそらくは鬼の本体の動きが鈍い今こそ体勢を整える好機でしょうね。ええ、
引き続き本体の正確な場所の把握に努めてください。承知。作戦開始なの。統率の取れていない烏合の衆など、戦に飢えた武士にかかれば禅に登った地蔵と同じという良い見本でしょう。特に織田衆三若の皆さんのご活躍は目覚ましかったようですよ。片やヨラはまた留守番か。じゃがそれも仕方なし。こたびはマリの戦であるからな。カズハちゃんがそばにいてくれるとマリ勇気づけられるの。だから一緒にいてほしいの。うむ。マリ殿は今川の棟梁。その今川は吉良の分家で、吉良は足利氏ご一家。和葉様にとってマリ殿は数少ない心許せる親族でありますからな。ああもなるというものですよ。そうですな。それがしも久しぶりに楽をさせてもらっておりますよ。お頭が前に出るんですか？このガモを埋め、命に代えてもハニーの護衛を務めてみせますわ。私と雫は各所に指示をしなければならないため、本陣を動けません。梅さん、健介様を頼みます。お任せあれですわ。ふむ。言うよ。御意。まだ何も言っておらんぞ。言わずともわかりますからな。それがし中心の鏡でござろう。ふむ。では行け。はっ。というわけで念のためそれがしも同道いたしましょう。謹んでお断りいたしますわ。いやいや、そこはほら素直にうなずいておく方が思い人の印象も良くなろうというものですが。堂々を心より歓迎いたしますわ。手のひらくるですな。
お任せあれですわ。承知。マリ、ケンスケの護衛なのに行けないけど、でも絶対気をつけてなの。鬼ですわね。ふむ、おそらくあれは噂に聞く白川でしょうな。さよう、信虎殿の飼い猿で大層な暴れ猿だったと聞いております。ではその猿が主と同じように鬼と化して？さてさて、愚才なる身で事の真相まで判じかねますが、まあその可能性もあるでしょうな。増援の気配は感じませんが、何か変ですわね。ほう。ふむ、なるほど。確かに梅殿のおっしゃるように変ですな。すでに事切れているようですわね。遅かったようですな。あなた、一体何を？健介殿、梅殿、様子がおかしい。すぐに離れなされ。離れなされと言っている。これは人が鬼になった？そ
そう驚くことでもありますまい。もともと鬼とはそのような存在だったではありませんか。しかしながらその事実を目の当たりにするとは、この与一郎夢にも思いませなんだ。全くですわ。ですが鬼となった以上、健介隊の兵であったとて容赦はできませんわよ。元に戻す方法がない以上、致し方なしでしょうな。ふむ、人としての意識がまだ残っているようですな。だがそれではあまりにも苦しゅうござろう。すぐに解釈するゆえ、しばし我慢せよ。健介殿！承知いたした。しかしあなたの手に余るようならば、それがしは遠慮なく手を出し申す。これはそれがしの主命。衆でない健介殿の了解を得ませんぞ。ユウさん。梅殿、己の夫をしかと信ずればよい。ええ、そうですわね。ハニーなら必ずその手で立派にけじめをつけますわ。必ず。私
信じておりますもの。鬼の魂を切ったとでも言うのですかな。刀身が鬼に吸い込まれるのはこの目でしかと確認いたした。お見事。細川与一郎藤高健介殿のお振る舞い、この目にしかと焼き付けましたぞ。よくぞなさいました。よくぞやり遂げました。私もそのお姿、この目に焼き付けましたわ。こんなに傷ついておつらかったでしょう。苦しかったでしょう。おのおの方、周辺を警戒せよ。人も鬼になるのですね。ふむ、現実の類でしょうかな。さすが化粧のものとでも称賛すべきでしょうが、いささか腹が立つ。ええ、これでは先ほどのものはただの犬死にではありませんの。かの者の尊厳を守るためにも
この私たちが成敗し、かの者の引導とさせていただきますわ。逃げるなんて卑怯ですわよ。取って返して正々堂々戦いなさい。これではかの者も迷うてしまう。与一郎一生の不覚。ふむ。まあ事実は事実。そこもと身体に異常はないか？そうか。健介殿、刀は？その刀が光らないとなれば、この者は人であるのでしょうな。